はい、どうも、高チューブの高でございます。今回はですね、私が長年愛用しております、こちらのベースですね。こちらについて、そのものというよりも、それに関連したことについて、ちょっと語ってみたいと思います。はい、改めまして高でございます。今回ですね、語るのが、こちら。私の、ベーシスト人生において、欠かすことのできない、私が長年使用しております、フィリップ・クビキ製の、EX ファクターベース、こちらですね、こちらについて語りたいんですけれども、ただ語るといっても、スペックだとかの詳細ですね、そういったものは語る気はないんですよ。そもそも自分そういうの気にして使い始めたわけでもないし、使ってる間もそういうスペックは全然気にしたことがないので、別にこのベースを人に勧めたいとか宣伝したいとか紹介したいとかっていう気もないので、詳しくね知りたい方はもしいらしたら、ネットとか調べていただければたくさん情報出てくると思いますので、それはそれで、各自、調べていただいて、じゃあ何を語るかっていうとですね、単純に言えば自分が使ってる理由ですね。好きな理由と言いますか、自分のプレイスタイルだったり、フレージング、あと運指ですね、そういったものにすごく影響を与えてる、このベースの特徴といいますか、私がこのベースの好きな部分でもあるところですね。そこをちょっと語ってみようかなと思っております。なので、自分の好きなものを好きなように語るだけの動画なので、誰かにとって得になったりとか、ためになるような情報があったりとかっていうのはないと思うんですけど、そちらあらかじめご了承願えればと思います。こちらのファクターベース、いろいろと特徴のある素晴らしいベースなんですけれど、今回私が語るのはこの部分、このベース最大の特徴と言ってもいい部分ですね。私はこのベースの特徴の中で、特に気に入っている部分ですね。ワンタッチで、ドロップ D チューニングにするための機構ですね。この部分、公式ではエクステンデッドフレットって呼んでたような覚えがあるんですけど、個人的には、マイナスフレットって呼んでますね。で、使い方としては親指で、操作する感じですね。同じような機構としてヒップショットというのが、一般的には有名だと思うんですけど、これとは全くの別物になりまして、同じように、親指で操作してワンタッチでドロップ D チューニングに変えるというものではあるんですけど、ヒップショットはですね、レバーを下げることで、弦のテンションが緩んで、緩んだ結果チューニングが下がるので、ドロップ D になるっていうものなんですよね。でチューニングを下げてるので、音がずれてしまうわけですよね。そこがファクターの機構と、大きく違うところですね。で、ファクターの場合、文字通りフレットが延長されているので、ドロップ D チューニングにしても音の配置がずれないんですよ。なのでスケールの形が崩れないし、フレージングも変わらないんです。で、チューニングを下げているわけではないので、弦のテンションもほぼ変わらないから普段通りの感覚で弾けるんです。でもこの機構のおかげで、こういう変則チューニングが可能になったんです。でこれは4弦ベースのまま5弦6弦ベースの低音域を出すための2音下げチューニングですね。私が所属しているバンドガルネリウスの楽曲でロー B、ガルの場合半音下げなのでロー B フラットの音を出す必要があったのでこのチューニングにしたんです。普通の4弦ベースで B フラットの音を出そうとすると、3音下げになるので弦のテンションが緩みすぎて弾けたもんじゃなくなってしまうんですけど、ファクターの機構のおかげで2音下げで済むのでなんとかギリギリ弾ける感じです。もちろん
弦高やネックなどの調整は必要なんですけど、で素直に5弦6弦ベース使えよって話なんですけど、私は個人的に4弦ベースしか弾きたくないっていうのと、ファクターベースを使いたいっていうこだわりがあったので、こういう結果になったんです。この結果、普通とは違う運指だったりフレーズを生み出すことになったので、普通に5弦6弦ベースを使う人からしたら、私のベースラインは弾きづらいかもしれないですね。ガルネリウスの曲だと、フォロワーズ、こちらの曲のベースソロなんかは、おそらくこのチューニングじゃないと完コピするのは難しいんじゃないかと思います。ファクターベースに関してはね、この機構だけじゃなく、音も見た目も弾きやすさも全て好みなんですけど、この部分は特に気に入っている部分ですね。私にとっては最高のベースです。はい、こんな感じで、好き勝手語ってみましたがいかがでしたでしょうか。興味を持った方も、全く興味持てなかった方も、チャンネル登録いただけると幸いでございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。